こんにちは。見に来てくれておおきに。今日は横幅20センチ、高さ5センチ、まち3センチのパッチワークの小さなペンケースを作ります。小さくて可愛いけれど実用的を目指してます。結構たくさん入るやろ？今回は時間をかけてじっくりハンドメイドを楽しみたい方へおすすめです。ほな、型紙から作ろうか。これは私がいつも使ってる100均の厚紙工作用紙やねん。こんな感じで三角形を並べるで。どれも同じ三角形やから使うのは1枚だけな。これはまち部分になるで。この図の全体が内布やで。布の耳と矢印が平行になるように置くで。縫い代を 0.7 センチくらいつけてカットするで。後で切り揃えるからおよそでべっちょないで。こんな感じで32枚切ってな。まちと内布も同じように縫い代 0.7 センチつけてカットしてな。接着キルト芯は内布と同じ型紙やけど縫い代はなしで立ち切りするで。タブ忘れとった。好きなように並べたら順番わからんようになるから写真撮っといたらええで。隣同士の布を中表に合わせて角と角を待ち針で留めるで。順番通り重ねて置いていったで。今回はミシンで縫ったで。もちろん手縫いでも大丈夫。はみ出してる縫い代があったらきれいに切り揃えてな。布のつなぎ目同士をしっかり合わせてな。
端から端まで縫うで。また同じように縫い代を切り揃えるねん。裏はこんな感じ。また中表に合わせて待ち針留めていくで。同じように端から端まで縫うで。パッチワーク部分がつながったら、次はまち部分を合わせていくで。やっとつながったけど、もう一枚も同じように作ってな。アイロンかけて縫い代を落ち着かせるで。このアイロンでフリクションペンで描いた印は消えるやろ。それに縫い方によってちょっと大きさが変わってくると思うから、もう一回印を描き直すで。その印に合わせてキルト芯を置いて、ずれへんように待ち針で留めるで。今気がついたけど、布の配置一箇所間違ってるわ。今回はキルティングの代わりに刺繍糸2本取りでランニングステッチをしたで。上、下、左、右、上、下、左、右でステッチ入れたで。
次は6センチ ×6 センチのタブを四つ折りにするで。両端をミシンで縫ってな。印から1センチのところに仮止めしとくで。次はファスナーの端を留め具の位置で三角に折るで。端っこの方を仮止めしといてな。内布の中心に印書いたで。ファスナーも半分に折って中心に目印つけたで。タブとファスナーの引き手を同じ方向になるようにしておいて、中表になるように合わせるねん。その上に内布も中心を合わせて重ねるで。中心から順に合わせて待ち針を留めていくで。印の線を縫うで。ファスナー用の押さえに交換してな。自動糸通し針を最頂点にしてもできなくなりました。なんでかわかる方コメントください。もう一方のファスナーも同じようにつけてな。表に返して形整えたら、表布を避けて待ち針留めてな。内布にだけ両方の際にミシンステッチ入れたで。ファスナーを半分開けてな。表布と表布、内布と内布を合わせて待ち針で留めていくで。ここの布の際はしっかり合わせてな。
返し口を残して一周縫うで。次はまちを縫うで。返し口から手を入れて布を広げたら脇と底を合わせて待ち針で留めるで。定規当てて底の中心から 1.5 センチずつで3センチのところに印書いてな。4箇所全部やで。そしたら印を縫うで。次は表布と内布のまちを縫い合わせます。まちとまちを合わせて待ち針で留めるで。ミシンで縫ったところより 0.1 センチ外側を縫ってな。こうやって中閉じしといたら内布が出てきたりせえへんやろ。縫い代1センチ残してカットするで。ほな返し口からひっくり返そか。まちもきれいに縫えてる。ファスナーの端は内側から押し出す感じやで。大丈夫そうなら返し口閉じようか。返し口の縫い代を折り込んで待ち針留めるで。端っこの方を縫ってな。内袋を中に入れて形を整えたら完成です。最後まで見てくれておおきに。チャンネル登録、グッドボタン、コメント待ってるで。またねー。